今回は日本のスーパーフードともいえる酒粕レシピをご紹介します。美容や健康に高い効果を発揮する発酵食品として注目を集めている酒粕。そんな酒粕の栄養を毎日の食事に無理なく取り入れられるレシピです。アルコールが苦手な方や酒粕の風味に少し抵抗がある方でも食べやすい仕上がりになっていますので、ぜひ最後までご覧ください。酒粕は板粕、バラ粕、練り粕などがありますが、効果はどれも同じなので用途によって使い分けます。おすすめは醸造アルコールが入っていない酒粕です。醸造アルコールが入っていない酒粕は刺激が少なく、酒粕本来の優しい甘みが感じられるのでおすすめです。今回使用する酒粕やおすすめの酒粕は概要欄に記載していますので、気になる方はぜひご覧になってみてください。最初に蒸し酒粕の作り方をご紹介します。酒粕が苦手な方のほとんどはアルコール臭さなどの問題だと思います。蒸すことでかなり食べやすくなるので、この方法はとてもおすすめです。蒸気が通りやすいようにクッキングシートに穴を開けておきます。蒸し器に酒粕を並べていきましょう。酒粕が薄い方がアルコールが抜けやすいので、分厚い板粕などを使われる場合は綿棒で伸ばしたりするとアルコールが抜けやすいと思います。蒸すと柔らかくなるので練り粕は不向きかもしれません。以前の動画でも少しご紹介したんですが、蒸すことで酒粕のアルコールはほとんどなくなります。この表を見ると蒸し時間が長くなるほどアルコールが減っていくので、お子様に与える時などはなるべく長い時間蒸す方が良いですね。20分蒸します。20分経ちました。しっとりしています。少しだけ食べてみてアルコールが抜けているか確認してみましょう。まだアルコールを感じる場合は追加で蒸してください。保存容器や保存袋に移します。酒粕は発酵によって生まれる栄養がぎゅっと詰まった食品です。酒粕に含まれるレジスタントプロテインは消化されにくく、食物繊維のように働くタンパク質。腸内環境を整え、余分な脂質やコレステロールを吸着し、体の外へ排出しやすくする働きも期待されています。米発酵由来の美容成分も豊富で、食べる美容クリームとも呼ばれているほど。さらに冷え、血圧、免疫など健康を支える成分も含まれた、まさに日本が誇る発酵食品です。蒸したては柔らかいので、温かいうちに混ぜてペースト状にします。ブレンダーやミキサーを使うとより滑らかに仕上がりますので、お好みの方法で混ぜてください。私は酒粕が大好きですが、お酒に強い方ではないので、午前中に酒粕の甘酒などをいただくときは蒸してアルコールを飛ばした酒粕を使っています。私はこんな感じでアルコールが入ったままの酒粕と蒸し酒粕両方常備して使い分けています。酒粕の効果を継続して取り入れたいけれど、レシピがワンパターンになってしまい、どう料理に使えばいいのか迷っている方も多いと思います。そこで一つの料理として考えなくても毎日無理なく取り入れられる酒粕の使い方をご紹介します。これからご紹介するレシピはアルコールが入っている酒粕でも蒸し酒粕でもどちらを使っていただいても構いませんので、お好きな方で作ってください。
日々継続して酒粕を取り入れるためにおすすめの活用法がトロカスです。トロトロに仕込んだトロカスがあれば、どんな料理にもかけるだけで日々の食事に手軽に酒粕を取り入れられます。100g の酒粕に水を 100ml 入れます。手動で混ぜるときは水を3回くらいに分けて入れると混ぜやすいです。ミキサーやブレンダーで混ぜるときは一気に加えても問題ありません。今回は蒸し酒粕を使っているので、そのままでも柔らかく混ぜやすいですが、酒粕が硬い場合は電子レンジで30秒ほど温めると扱いやすくなります。こんな感じでトロトロになれば完成です。トロカス醤油も作ります。酒粕を柔らかくなるまで混ぜたらお醤油を入れるだけです。酒粕と同量の 100ml 入れると個人的には少し濃いので70から 80ml くらいで作るようにしています。トロカス醤油は普通のお醤油のように様々なお料理に使えるのでとても重宝します。コクもアップするので和え物やスープに加えたりとなくてはならない万能調味料です。トロカス甘酒も作っておきます。酒粕には自然な甘みがありますが、ホットココアやチャイを飲むときにもう少し甘さを足したいことがあるので、あらかじめ合わせておくと飲むときに便利です。今回は濃縮タイプの麹甘酒を 60g ほど入れました。蜂蜜や他の甘味料で代用していただいても構いません。使用する酒粕によって若干甘みが違うので、甘味料は 50g から 100g の間で調整してみてください。麹甘酒と酒粕は途中まで作り方が同じ親戚です。お米を麹で甘くしたのが甘酒。そこに酵母を加え、さらに発酵を深めたのが酒粕です。この追加発酵により、酒粕は糖質が抑えられ、タンパク質やビタミンが凝縮されます。どちらもお米の発酵食品ですが、酒粕はさらに多くの栄養素を含む、とても魅力的な食材です。トロカス調味料の完成です。このようによく使う調味料に混ぜておくだけで、毎日手軽に酒粕を楽しむことができます。蒸し酒粕はアルコールが抜けているので、あまり日持ちしません。1、2週間で使い切ってください。冷凍すれば1ヶ月くらい持ちます。水を加えただけのトロカスは、アルコールが飛んでいるものは1週間ほど、アルコール入りの場合は1ヶ月以上日持ちします。トロカス醤油は塩分が効いているので3ヶ月くらいは持ちます。トロカス甘酒は1ヶ月を目安に使ってください。ドリンクに入れるときはスプーン1、2杯くらいのお好みの量を入れます。無糖のきな粉を入れてきなこ甘酒にします。トロカス甘酒はココアやチャイ、豆乳、ほうじ茶に混ぜたり、ヨーグルトやオートミールに加えてデザートにしたり、トーストに塗ったりと甘み付けに使えます。蒸し生姜を入れれば内側からポカポカ温まるトロカス甘酒の完成です。トロカス醤油は普通のお醤油のような感覚で使っています。卵かけご飯や納豆ご飯、お豆腐にかけたり和え物の味付けで使います。つける、和える、かけるだけでいつもの料理に発酵のコクをプラスできる万能調味料です。
いつもの卵かけご飯がよりリッチになります。とろかすはどんなお料理にも合わせやすいです。お味噌汁やうどん、おでんなどすでに塩味や甘みが整っている料理にさっと加えやすいのが特徴です。ご家族の中に酒粕が苦手な方がいる場合でも、食べる直前にお味噌汁へ足せば好みを分けながらかす汁風にアレンジできます。塩酒粕と味噌酒粕の作り方はこちらの動画でご紹介しています。他にも酒粕を使ったレシピをたくさん投稿しています。概要欄に動画のリンクを記載してありますので、ご興味ある方はぜひご覧になってみてください。特別な料理を作らなくても、かけるだけ、混ぜるだけ。無理なく毎日の食事にプラスして、体を内側から整える習慣を続けてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。